んばんは、てっちです。今回は童話3匹の子豚より、子豚3兄弟のお家を作っていきます。コテージリビングがそろそろ発売されるんで、それ待った方がね、アイテムも揃うし、待った方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、発売ちょっと待ってらんなかったのでね、もう動画出しちゃうことにしました。てっち、ディズニーの3匹の子豚が好きで、ちっちゃい頃何回もビデオ見てたんですよね。なんで、一回作ってみたいなって思ってたんですよ。今回の動画で作るのは、川と狼に吹き飛ばされてしまった長男の藁の家、次男の木の家、そして狼が吹いてもびくともしなかった末っ子のレンガの家になります。ボードの写真のアップライトのピアノと暖炉、自分で言うのもあれですけど、なかなかね、いけてると思うんですよね。動画の最後で完成後の映像も用意してるので、どうぞお楽しみに。今、川に見立ててプールをつなげていってるんですけど、アップデートで池を作れるようになるらしいので楽しみですね。地下に岩やら植物やらを並べていきます。デバッグアイテムもいっぱい使えますね。これデバッグの魚なんですけど、なんか泳いでるっていうよりは浮いてる川の周りはまた後でやります。はい、長男の藁の家に移ります。物語の中では、長男の豚は早く遊びに行きたいからといって、手抜きの藁の家を作ってしまいます。そんなオチなんでね、狼に一息で吹き飛ばされちゃうんですけどね。こんな綿密に編み込まれた屋根は、長男の家としてはちょっとできすぎですね。もうちょっと手抜きな感じを出したかった。そもそも残念ながら藁がないんで、これがシムズ4の中では最も藁の家に近い外観なんじゃないかななんて思ったりするんだけど、どうだろう。私まだ拡張パックとか揃えたわけじゃないんで、もしすでに藁があったらすいません。さあ内装に移りますか。床はなくって土むき出しです。で、真ん中の柱は狼に家を吹き飛ばされちゃった時に長男がしがみついていた大黒柱です。それからもちろん長男豚の家にキッチンなんてものはないです。料理なんてしませんよ、彼は。こんなもんかな。はい。次は次男の木の家です。次男も長男同様、早く家づくりを終わらせて遊びに行きたくって適当にお家を作っちゃいます。今回はちゃんと木の壁があるんでね、材料は揃ってると思います。ただ屋根がね、これ一応木なんですけど、あんまり木っぽくないですよね。なんでデバッグを上から重ねます。これぴったりのデバッグアイテムがあったんですよ。これ。木の質感がすごい出てる。お話の中では、藁と木の家は手抜きってことになってるんですけど、子供が家を作るって冷静に考えるとかなりすごいことですよね。子供の頃は、長男次男は怠け者なんだなーなんて思ってたんですけど、今はもうどんだけスペックの高い子供たちなんだよって思っちゃいます。いや、普通できないから。次男の家もキッチンはありません。シンプルにベッドとテーブルとストーブのみ置いてます。あとディズニー版では長男がフルート、次男はバイオリンを弾いて遊んでるんですよね。フルートは残念ながらないんだけど、バイオリンはあるので、バイオリンは置いてます。外に牛乳と植木を置いたら次男の家は終わり。
じゃあ外の景色をいじっていきます。あ、2匹のトイレとシャワーは外になります。トイレはね、拡張パックのゲットトゥゲザーに入っていた植物。これで十分でしょう。この植物をクリックして肥料をやるっていうのを選択すると、その植物の中で用を足せるんですよ。肥料はもちろんシムが生成する天然の肥料ですね。P ですね。はい。川の周りに移りましょう。で、これデバッグの端いいですよね。で、あとは縁をデバッグの植物とかで隠していきます。そして最後に末っ子のレンガの家。真面目な三男は長男次男に、あいつは仕事ばっかりやってるって冷やかされても一生懸命重たいレンガを積み上げて家を作っていくんですよね。ディズニーアニメの中では三男がねこう言うんですよ。君たち遊んでいればいい。悔しがっても知らないよ。僕は安全だけれども狼来たらどうするのって。で、それ聞いた長男次男がはははって笑いながらね、有名な狼なんか怖くないよ歌うんですよね。いやー、懐かしい。うん。三男坊はちゃんとトイレとシャワーは家の中に設置します。さて、今から冒頭の写真というか画像にあった暖炉を作ります。デバッグアイテムを主に使います。これもデバッグね。で、暖炉をちっちゃくして、この四角の真ん中に置くんですけど、壁にひっついちゃうので、まず壁を一旦壊します。この黒いのもデバッグです。暖炉の奥の壁になります。で、暖炉をちっちゃくして、真ん中に置いていきます。はい。暖炉の周りもデバッグアイテムで固めていきます。暖炉の周りになんか普通のアイテムを置いちゃうと、シムさんが暖炉使えないことがあるんですよ。地味な作業なんですけども、レンガをきれいに整えながら積んでいきます。もう三男の子豚の気分だよ。あ、そう、3匹の子豚のお話で、狼を撃退したのはこのコンロじゃないわ。この暖炉なんですよね。正面突破は無理だって悟った狼が煙突から家の中に侵入しようと試みました。でも暖炉であらかじめね、大鍋にお湯をぐらぐら沸かしておいたんです。で、狼が煙突から入ってきたところで、三男が鍋の蓋を取ったもんだから、狼は大やけど悲鳴を上げて逃げ帰っていきました。っていう最後だったと思います。はい。暖炉にくべる薪を並べてます。で、木くずもちょっと置いて、残りはトレイの上に並べていきます。面倒に見えるかもしれないんですけど、薪をこうやって並べるのは結構好きなんですよ。ベッドが入らない。狭い。ちょっとこの後アップライトピアノも作りたいんで、部屋を広げます。はい、アップライトピアノはこのキーボードにデバッグのレンガを装着しまして、アップライトピアノに仕立てていきます。時系列がちょっとね、おかしくなっちゃうんですけど、ディズニーのアニメでは、アップライトピアノは狼を煽る道具として出てたんですよ。狼がレンガの家を吹き飛ばそうと、ピューって息を吹くのに合わせてピアノを鳴らしていくんです。ピュー、じゃ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 ん、ピュー、じゃ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 んみたいにね、どうしたそんなんじゃ吹き飛ばせないよっていう感じでめっちゃ煽るんですよ。今はね、デバッグの木で楽譜置きを作ってます。さらにこれ伝わるかな？楽譜が落ちないためのストッパーみたいなやつ。あとはキーボードの黒色がむき出しになってるところをデバッグで覆っていけば OK。本当は楽譜を置きたかったんですけどないので、ポスターを置きます。で、暖炉の壁がちょっと寂しかったので飾ってみました。余ったこのスペースはちょっとしたキッチンスペースにします。冷蔵庫と流しぐらいしか置けないけどね。
これは壁の装飾ですね。棚に小物を置いていきます。ちょっとカクついてる？大丈夫かな？よいしょ。絨毯を敷いて、で今ソーサーライトにしてるんですけど、これを普通の照明にやり替えます。暗い暗い。暖炉とろうそくって合いますよね。ちょっと今はかなりごちゃごちゃして見えますけど、最後の完成動画でお部屋の様子をバッチリお見せするので、どうぞお楽しみに。ああ、そうかそうか。部屋を大きくしたんだった。じゃあ最後にお庭。童話の中ではお庭の描写がなかったのでちょっとよくわかんないんですけども、でも多分三男は家庭菜園とかやってそうですよね。ちゃんと自給自足して料理も作ってそう。だからプランターと畑もね、ちょっとした畑も作ろうと思います。お花も育てて。で、この台車っていうんですかね、これもデバッグにありました。そう、この台もデバッグにあったんですよね。ちょうどいいやつがあった。上に野菜を乗っけて、で下段にじょうろとかを置いていきます。このアイテムも全部デバッグですね。この土をちょっと濃くしているところが畑。コテージリビングが出たらね、もっと本格的な畑を作れるんだろうけど、今はこれで我慢ですかね。ほい。お家の中にコンロを置いてなかったから、外にグリルを置きます。そう、あとは照明を置いて。じゃあこの後はボーナスビデオとしてね、完成した映像をお見せします。よかったらね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。